ワジャーファルコンズの千秋です。安藤です。今日はタイ・バンコクにあるカーネーションサウナの良さについて語っていきたいんやけど、いいですね。そもそもそのカーネーションサウナがどういうサウナかっていうと、タイの地下鉄のタイ文化センター駅っていう駅からバイクタクシーで5分ぐらいのところにある男性専用サウナで、ちょうど1ヶ月ぐらい前に安藤さんとタイ旅行に行った時にも行ってきたんやけど、俺とかはもうタイに行くたびに行っとるぐらい行きつけのサウナなんやけど行きつけっつって2回しか行ってないけどな。俺も2回やな。まあでもせっかくやから今日は良さを存分にちょっと語っていこうという。バンコクに旅行に行った際にはぜひ行ってほしいから、普及動画やな。この良さについて存分に魅力を伝えていきたいと。で、男性専用サウナで日本ではちょっと珍しいスタイルなんやけど、水着を着て入るサウナで、まず受付を済ますと、水着とバスタオルが無料でレンタルできるんよ。うん。で、水着に着替えたら B さんに履き替えて、サウナとか水風呂があるエリアに入場していくんやけど、水着とバスタオルを借りるときに名前を聞かれるん。うん。その名前は何でもいい。別に偽名とかでもいいんやけど、適当に名前を言わなあかんと。その名前は会計の時に名前聞かれて、追加でオプションとかを、マッサージとかご飯とか食べたりするとそこで会計に加算されてっとるから、一応偽名でもいいけど、なんていう名前を名乗ったかっていうのを覚えとかなあかん。うん。サウナとか水風呂とかがあるエリアに入場すると、そこはプールサイドみたいになっとって、結構広いエリアなんよ。そこにサウナと水風呂とシャワーと、休憩するスペースと椅子と机とかがあるエリアがあって、そこでみんなくつろいだり、おのおの過ごしとる場所なんやけど、サウナのエリアに入ると、受付の兄ちゃんが席を案内してくれるな。で、その案内された席が自分たちの席みたいな、もう固定みたいな感じになって、うん。で、そこで、もうキンキンのお茶と果物が出されるんよ。俺ら行った時はスイカやったな。スイカやったな。スイカが固定じゃないっていう話もあるんやけど、あ、そうなんや。俺は1回目も2回目もスイカやったな。あ、俺も1回目も2回目もスイカやったわ。最近はスイカなんじゃない？マンゴーが出たっていう話も、口コミで見たけどな。まあでも普通に冷たいお茶とスイカで美味しい、くつろげるような。それだけで。で、ピッチャーでお茶が出されるから、お茶も果物も食べ飲み放題なんよ。うん。まあそこがもう最高やんな。うん。スマホも持ち込み可能やから、で、Wi-Fi も取っとるから、動画見たり、うん。スマホいじって時間を過ごせるし、まあ人によってはパソコン持ち込んで、パソコンいじっとるタイ人とかもおるな。あと充電器とかも貸してくれるから、壁にコンセントも使えるし、半日でも1日でも折れるな、あれは。そうやな。おで、受付の人も、サウナのところで案内してくれる人とかも、みんな基本的にはタイ語しか通じやんから、ジェスチャーか翻訳アプリが必須やな。うん。俺らが行った時は結構外国人も多くて、まあ基本的にはタイ人、ローカルなサウナやからほとんどタイ人なんやけど、タイ人が6割の中華系、まあ中国人が2割ぐらい、で白人が1割、アジア人、まあ日本人とか韓国人とか、あと中東系、インド人系が1割ぐらいおるって感じかな。場所が場所やから、周りに何もないところにあるから。確かに交通の便は正直良くないよな。駅からも遠いし。だから結構ローカルな、基本的にはタイ人、地元の人が半数以上占めとるっていう感じのサウナなの。早速、本命のそのサウナについて話していきたいんやけど、サウナが基本的なドライサウナってやつで、ストーブが中に2台あって、そのサウナがめちゃくちゃ暑いんよ。暑い。日本のサウナと比べても暑い。普通に、全然暑い。どうやろう、90度後半ぐらいの暑さで、まあ温度計がないから実際の温度はわからんねやけど、2段目とかに座っとったらほんと5分もおれやんぐらい暑い。そうやな。サウナで。タイ人は普通にみんなめっちゃ喋るから、死後 OK。喋っとってもいいし、それを咎める人もおらんから、もう普通にコミュニケーション取ったり全然できる。日本やとな、沐浴とか言ってさ、基本サウナの中で喋るのって NG とされるんやけど。NG やし、マナー悪みたいな感じの風潮があるからさ。カーネーションサウナではそんなことは一切気にせんくていい。多分歌っとっても大丈夫やで。大丈夫。各々が好きなことやってるみたいな感じだからな。で、まあ席2段なんやけど、床にも座っていいから、実質3段。地べた OK やから。寝転んどる人もおるしな、全然。てか床に座っとる人が一番多かったな。多いな。暑すぎるから。俺ら行った時はその2段目に座っとんのってほんと俺らぐらいやったよ。そうやったな。普通に日本みたいな感覚で座ったらめちゃくちゃ暑かった。日本やとな、一番人気やん。一番上の段って。そうやな。カーネーションサウナに関しては暑すぎて一番上が一番人気ないっていう状態やな。で、面白いのがセルフロウリュが可能やな。だからストーブに水をかけれるんやけど自分たちで。
タイ人のおっさんがな、ほんと狂ったように水をかけまくるんよな。そやな。めちゃくちゃかける。サウナの中にカップが置いてあって、で、そこに水汲んできて、好きなようにかけれるんやけど、もうなんか、入ってくるタイ人が、入ってくるたびにかけまくってくから、しかも結構な量。だから、ただでさえ暑いのに、もうめちゃくちゃ暑くなるんや。確かに。たまったもんじゃないよな、あれ。定期的に、そのスタッフが来て、なんかホースを持って入ってくんだけど、そのホースでそこら中に水をまきまくるんよな。なんか打ち水みたいな感じで。確かにな。だからめっちゃ湿度も高いし、いやほんまに暑い。まあでも、それが好きな人にはたまらんって感じかな。ホース持ったスタッフが来ると、ちょっとスチームサウナみたいになるような。なるなる。もう床にも壁にもストーブにも水かけまくるから、そんなん日本じゃ考えられやんからな、そんな水まきまくるなんて。ストーブが壊れるとか言ってさ。いや、お構いなしやからな、本当に。頼めば自分たちにもかけてくれるしな。そう。それがまたでも気持ちいいからな。サウナの中でかけられる水は。で、サウナの中でな、結構話しかけられるよな。そうやな。簡単な英語がやっぱやりとりするな、その時は。日本でもさ、コロナ前やと、銭湯とかサウナって結構コミュニケーションの場として使われとったけど、タイでもそういう感じだったから、世界共通なんやなって思った。簡単な英語で会話ができると非常に楽しいと思う。一人とかで行ったりしても。で、そのドライサウナの他にもう一個スチームサウナがあって、スチームサウナは薬草系のスチームサウナで、スチームが出るところに薬草が置いてあって、スチームサウナ自体はそこまで熱くはないんやけど、普通にスチームサウナの中では熱い方やと思うんやけど、ドライサウナに比べたら全然、多分60度ぐらいかな。温度で言うと。全然耐えれる暑さないけど、薬草が強すぎて、薬草の匂いとか成分が強すぎて逆に耐えれやんっていう。いや、正直多分5分もきついぐらいやったわ。それはもう暑さじゃないよな。もうなんか目とか喉が痛くなるぐらい薬草が強くて。実際、現場も結構もやかかって、真正面におる人の顔でさえわからんみたいな感じの、ほんとそんくらい蒸気か霧か強かったよな。そうやな。あと匂いも独特な匂いするし。そう、匂いがな、タイ料理の匂いやな。いや、それもあって、正直あんまスチームサウナの方は、俺ら以外にもあんま入ってなかったし、あんま人気ないんかなって思うわ。日本のサウナでもスチームサウナって普通のサウナに比べてあんまり人おらんけど日本のはやっぱそこまで匂いとかさ、全然耐えれるから、ちょうどサウナは暑すぎるけどっていう人は入れるけど、ちょっとタイのスチームサウナは、やっぱなんかいろんなことに耐えなあかんから。そうやな、日本のスチームサウナやと、匂いとかついとっても、なんか普通に心地いい感じの。そう。ちょっと汗かきたいぐらいな人が。匂いも、控えめな感じなんやけど。カーネーションサウナのスチームサウナは、なんか、蒸気すべてに薬草が乗っとるっていう。さっきまで食べとったタイ料理の匂いがするみたいな。多分レモングラスやと思うんやけど、タイ料理とかの風味が苦手な人はかなりきついと思う。きついな。サウナを出ると、大きい水風呂があって、本当プールみたいに広い水風呂があるんよ。広い。どう25メートルプールの、半分ぐらいの大きさ、3分の1ぐらいかな。だから普通に泳げるぐらいの広さの水風呂があって、15メーター角ぐらいじゃないかな、多分。そんだけ広い水風呂やと、そんな冷たくないんじゃないかって思いがちなんやけど、これめちゃくちゃ冷たいんよ。めっちゃ冷たい。真冬の川ぐらい冷たいんよ。タイってさ、基本的に南国やからさ、水道水とかもめっちゃぬるいんやけど、その水風呂は本当に冷たい。日本の水風呂より全然冷たい。冷たい。全然冷たい。多分10度以下ぐらい。シングルでもおかしくない。ほんま、手足痺れてくる。手足が痺れてくるぐらいの冷たさなんよ。これがほんとすごいよな。あれも長時間、マジで体冷えるぐらい。でもすげえ、やっぱ気持ちいいわ。日本でもさ、一桁台のさ、水温のサウナって結構珍しいんよ。なんかそれだけでも人気が出るぐらいのさ、一つのキラーコンテンツじゃないけどさ。でも、カーネーションサウナは別にそれを全然推してないんよ。確かに、それがもう、なんか当たり前っていうか。さらに、もう何が最高かって、水風呂入る前に汗とか流さなくてもいいんよな。そうやな。そういう習慣がないから。そのまま入っても5に入ったら5に従いじゃないけど、サウナから出たらもう直で飛び込んでいいし、飛び込んでもいいな。潜水も泳ぐのも全然 OK やから、もう何してもいいって感じやな。プールと思ってもらえたら。そう。で、広いから、もう普通に大の字で浮いとっても大丈夫。全然人にも当たらんし。結構、高い位置から
位置になんかマーライオンみたいなのがあって、で、そっから水が注がれとるから、滝みたいになっとって水が、その超冷たい水が滝みたいに流れとるから、頭から水かぶれるし、もう全身でキンキンの水風呂を味わえるな。で、水風呂上がったら、整いスペースがちゃんとあって、デッキチェアが6、7台ぐらい並んどるスペースがあって、で、そこは扇風機とかも回っとるから、うん。もう心地よい風を感じながらうん。整える。テレビもあるしな。多分、タイの中ではあんまり整うっていう文化ないから、そこで寝とる人ってあんまおらんのよな。デッキチェア使っとる人が全然おらんのよ。確かに。だからもう全然、日本人とかが行ったら、整いスペース使い放題やし、そこが埋まっとって座りやんってことはまずない。南国特有のさ、生ぬるい気温、扇風機の風でめちゃくちゃ気持ちいいんよ。確かに。そうやったな。日本やとさ、なんか冬とかはさ、まあ、寒すぎてちょっと休憩しとるには辛い。整っとる場合でもないわみたいなさ、時あるんやけど、整うにはもう本当に素晴らしい環境があるんよ。サウナがそもそもやっぱ暑いところからシングルの水風呂に入って、で出てきてデッキスペースで横になるって、マジで飛びそうになるからな。ほんまに意識がもう朦朧として、本当ドラッグみたいな感じになるから。日本もさ、結構サウナ、先進国っていうかもう星の数ほどサウナあると思うけどさ、俺このカーネーションサウナが一番整う気がするわ。確かになんか特有の居心地っていうか、海外でそういうハイになっとるとこもあるかもしれんけど、システム上やっぱり寒暖差でやられるんじゃないかな。日本でさ、そのサウナの聖地とか言ってさ、静岡の敷地川とかさ、富山のスパールプス川とか言っとるけどさ、日本のサウナーたちは。一回その、日本を出てな、バンコクに行ってみてほしいわ。まあ確かにな。これ味わってほしいよな、本当にサウナ好きな人やったら。そう、だから俺結構日本のさ、名だたるサウナ行ってきたんやけどさ、その敷地もスパールプスも熊本のユラックスとかなんか有名なところもいっぱい行ったんやけど、そんな俺が一番整うって思うのが、このカーネーションサウナやから。千秋さんお墨付きの。一番やっぱ何が魅力的かっつうとやっぱ自由なとこやんな。まあそれはあるな。とにかく日本にはない自由さが。全然縛られんからな。自由な振る舞いが許されるっていうのが。そうそう、日本のサウナは設備とかはすごいいいんやけど、ちょっとマナーに厳しすぎる。そうやな。それはそう。もう何でも厳しいやん。でもサウナ入った中もう己との戦いみたいになって、もう本来サウナって喋るとか談笑するっていうのがなくなってしまったから、その点やっぱカーネーションサウナで普通にみんなで友達と行って喋ったりして、で予定立てたりとかで、やっぱそういう本来のなんかサウナっていうのが昔サウナにあった良さがまだ残っとるというか、本来のサウナのあるべき姿な気がする。確かに。日本のサウナやと喋ったらあかんし、地べたに座るとかも NG やし、寝たりしてもあかんし、水風呂入るときは絶対汗流さなあかんし、潜水とかもあかんし。そうやな。で、なんかロウリュするのにも、なんか周りの人気遣いながら、かけていいんかわからんのかとか、そう感覚大丈夫かとか、自分のペースみたいのに、もうそんな全然気にせずに、もう本当自分のやりたいことをやれるっていうのが、やっぱりいいよな。何でもできるって感じだな。そう。サウナっていう空間の中で自分のやりたいこと何でもできる。寝てもいいし。そこがまあ魅力やな、やっぱり。いや、本当にいいよ。行ったことない人に、ぜひ、タイに行ったら。バンコク旅行行ったら絶対行った方がいいよな。一つの観光のアクティビティの一つとして取り入れていいと思うわ。だから、バンコクとか行ったらよく寺行ったりとかさ、すると思うんやけど、そういう観光スポット一つとしてな、カーネーションサウナはぜひ取り入れるべきやと思うな。サウナ好きのやったら絶対満足する施設だから。しかも250バーツってだいたい約1000円ぐらいなんやね。1000円でマジ半日、いや長ければもう本当1日おってもいいぐらい。現地民やったら、俺やったら絶対1日おるな。バンコク住んどったら本当週1では行くやろうな。行く。絶対行く。どうしてもな、旅行中っていうこともあって、時間が決められとるからさ、2時間3時間ぐらいで出やなあかんだけど。時間が許すならな。そう。半日ぐらい降りたいよな。最後になんか注意点を伝えておきたいんやけど、スマホを持ち込んでもいいっていうことを最初の方に言ったんやけど、自分の席が決まったらその席にスマホとかも置いとかなあかんから、そのロッカーとかさ、がなくて、スマホを放置することになるから、ちょっとなんかそこは盗難の心配がある。確かに。自分たちがサウナ入っとるときはスマホをその机の上に置きっぱなしやからな。タイ人とかもみんなそうやから、
基本盗難の心配はないんやと思うけど。確かに日本の感覚でおったら、って思うかもしれん。もし本当に心配なら、一応更衣室のところに鍵施錠して、ロッカーあるから、毎回戻ってしまうっていう手もあるけど。でも俺を2回行ったけど、普通に机の上にスマホ放りっぱなしで席外しとったけど、全然大丈夫やったし、周りでももうそれが当たり前な感じで、みんなパソコンとかスマホ置きっぱなしでやっとったから、そんな治安悪くないんじゃないかなって思うけどな。一応そのスタッフが常におるから、監視されとるから、まあ、大丈夫やと思うけど、まあまあ、何があるかわからんから。そうそう、外国やしな。うん。心配な人はな、ロッカーに預けた方が、つけた方がいいかなっていうのと、どうやらな、まあ、ローカルなサウナやから、まあ、客層がたまに良くない時がある。たまにちょっとなんかヤンキーみたいなのがおるっていう。本当にヤンキーなんかわからんけど、この安藤さんと行った時も、血の気の多い連中がおって。うん。血の気の多いっていうかもうなんか、日本でいうヤクザみたいな、チャイニーズマフィアみたいな。多分中国人やったんやけど。そうそう、中国人やったんやけど、俺とお茶さんがサウナ入っとる時に、椅子とか投げて暴れとったみたいな。喧嘩しとったんな。それが俺らの隣のテーブルやったよね。座っとったんが。結構偉いさんみたいな感じだったんか知らんけど。中国の反社の、まあなんか、幹部っぽい人らがなんかおって、タイミングにもよるんやろうけど、そういうちょっとたまに治安悪そうな、柄悪い連中がおったりする。けど、まあ、そこもスタッフがおるから、まあ、喧嘩とかあれば仲裁してくれとったし、そうそう。スタッフの人自体はすごいフレンドリーで親切やから。ああ、すごい親切やな。気の利く人や。だからまあたまにそういうちょっと治安悪そうな時があるっていうのと、カーネーションサウナの立地的にその周りに何もないから、観光の一つとして組み入れていいって言ったんやけど、何かのついでに行くっていうのは難しいな、場所的に。ああ、そうやな。ちょっと郊外にある感じが、まあ都心部から近いんやけど、ちょっと離れたところにある工場地帯みたいなところにあるから、そうやな。バイクタクシーで行くのがおすすめです。バンコクの道は渋滞するので。確かに、単に行ったらバイタクを活用するのが一番やと思います。普通の車のタクシーで行くと絶対渋滞巻き込まれるから、地下鉄で最寄りまで行ってバイクタクシーが一番おすすめかな。バイクタクシーを捕まえるのがタイでは一番正解です。断言してもいいと思う、これは。移動は絶対バイクタクシー一択です。でまあ、基本バンコクは暑いから、旅行の最終日のフライト前とかにサウナに行って汗を流して、で空港行って帰るのが黄金ルートやな。確かに。まあ、実際俺らもそうやったしな、最終日に行って。そうやな、最終日やったな。そのまま空港に向かったみたいな感じだったし、私のブログにもこのカーネーションサウナについて詳しくまとめた記事があるので、知りたい人はそっちを見ていただければ全部情報書いてあるんで見てほしいです。で、そうやな、まあやっぱ日本で味わいやん非日常を体験したいなら、ぜひカーネーションサウナに行ってみてはどうかと思います。日本のサウナの価値観がぶっ壊れると思います。という感じで今日はタイバンコクにあるカーネーションサウナの良さについて語ってみました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。